もしあなたが国家機密を握ったらどうしますか。1960年代、ニューヨークのとあるホテルの一室で別れ話で言い争う超大物カップルがいました。彼女はハリウッドの大女優マリリン・モンロー、お相手はある大物政治家でした。実はこの二人、不倫関係。すでに既婚者だった大物政治家にとってモンローとの関係は一時の火遊び程度の感情でしかありませんでした。モンローは自分を切り捨てるような政治家の態度と別れ話に大激怒。彼にあることを言います。あんたから聞いた秘密をばらしてやる。そしてこの発言をした翌年、モンローは自ら命を絶ったんです。悲劇の大女優マリリン・モンロー。彼女はなぜ自ら命を絶ってしまったのか。謎を紐解く鍵は彼女が偶然握ってしまった国家機密にあったんです。オーソース乳製品が大好きケンちゃんです。どうもマリリン・モンローです。違うね。本日ご紹介するのは世界的に有名なハリウッド女優マリリン・モンローについてなんです。マリリン・モンローっていうね、名前有名なんで皆さんは知ってるんだけどなーって人は多いと思うんですけど、でもこう深くね、人生とか生い立ちについては知らない人も結構いると思うんですよ。そんなね、彼女にまつわる死についての諸説あるんですけど、解き明かしたいと思います。下積み時代。遡ること74年ほど前の1947年のハリウッドで一人の女優がデビューしました。その女優こそ当時21歳のマリリン・モンロー。初めてモンローが出演した映画はコメディ映画。与えられた役は電話オペレーターの役でした。しかしその役は声だけの出演で、なんとエンドロールに名前すら載らない役。しかもその一本で契約を切られてしまったんです。多くの俳優や女優をはじめとする映画関係者がしのぎを削るハリウッドで生き残れるのはほんの一握り。厳しすぎるハリウッドの洗礼を初めて出演した映画で受けてしまったんです。ですがここで諦めないのがモンロー。体一つでハリウッドまで来た。声だけとはいえ映画のデビューもできた。必ずこの地で栄光をつかむ時が来るはずだと厳しい現実にすがりつくんです。とはいえ仕事がなかったら生活できません。そこでモンローが始めた仕事がヌードモデル。少しでも安定した収入を得るためにヌードモデルをこなし、女優として花開く日を夢見て毎日演技の勉強をしていたんです。そしてモンローは優秀なエージェントも探していました。エージェントとはタレントに代わって仕事を探し、報酬や待遇を交渉する代理人のこと。ヌードモデルもやってたの、見たことある？ナイス。そういうの見たことない。ヌードなんちゃらみたいな。当時ハリウッドにおいてこのエージェントの存在はかなり重要で、彼らなしではまともにハリウッドで仕事をするのは不可能だったんです。業界人の名刺を集めるためにいろんな集まりに顔を出す必要がありました。その後ヌードモデルをしながら下積み生活を続けて2年が経ったある日、モンローは人脈作りのため業界人が集まるパーティーに出席します。そこでモンローの人生を変えることになる人物と出会います。その人物とはジョニー・ハイド。彼は何を隠そう数々の有名女優を売り出した敏腕エージェントだったんです。その功績から大手エージェント会社の副社長に就任した業界内では誰もが知るカリスマ的存在。ジョニーはモンローを一目見てその美貌に一目惚れ。この子はスターになれる。こうしてジョニーはモンローをサポートすることに決めたんです。この敏腕エージェントジョニーに拾われたことでモンローのスターへの道が一気に開かれます。ジョニーがまずやったこと、それはモンロー改造計画。ジョニーはモンローの美貌をより完璧にするべく鼻と顎の整形手術を受けさせます。そして専属の美容師によって髪を金髪のブロンドに。これにより世界中の人がよく知るマリリン・モンロー像が完成したんです。整形もしてたのね。なんかもう生来顔かと思ってた私。そもそももう美人なんですよね。まあ整形する前からね、ただね、売れるためなら何でもするっていうね、こう熱い魂をね持ち主だったんですよ。実はね、モンローの有名な仕草にも彼女の努力が隠れているんです。モンローはその美貌もさることながら世の男性を釘付けにする演技にも定評があったんです。特筆すべきはモンローウォーク。このモンローウォークとは男性を誘惑するようにお尻を振りながら歩く特徴的な動きのこと。そうか。この動きをするためになんと彼女は左右で違う高さのハイヒールを履いていたんです。なんでやねん。普通の女性ではこのバランスの悪いヒールでは履けたものではありませんが、モンローは自然に歩く訓練をしていたんです。またある記者からの夜は何を着て寝るんですかという質問に対してモンローはシャネルの5番よと答えました。これは衣服を着用せずにシャネルのナンバー5という香水をつけて寝るという意味なんです。裸で寝るでも十分セクシーなんですが、あえてこう答えることでインパクトを与える狙いだったんです。作詞だな。
こういったセクシーな演技と発言から彼女は世間からセックスシンボルとして認知されるんです。彼女はそうして脇役から徐々に主役へとステップアップしていき、映画100万長者と結婚する方法や7年目の浮気が大ヒットを記録。ついに大スターとしての地位を獲得していくんです。マリリン・モンローの人気はね、死後も健在なんです。というのも、2011年に行われたオークションで映画7年目の浮気で実際に着られた白いドレスがね、落札されたんですけど、そのね、評価額なんと3億7000万円だったんです。それで7000円。アメリカのみならず世界中で有名になったモンロー。しかし彼女の成功の裏には影の部分もあったんです。モンローは成功を収めると同時にあることに苦しめられていました。それは極度の不安。モンローはとにかく自分の演技に不安を感じていました。撮影の緊張や周囲の期待に苦しめられたんです。それが原因で睡眠障害やうつに悩まされる日々。さらにその不安やプレッシャーを緩和するためにアルコールと睡眠薬に依存する悪循環に陥ってしまうんです。全然、自信持っていいのに、なんで不安になるわけ？意味がわかんないの。表現者なりのね、苦悩みたいなね、あるんですよ、多分。マリリン・モンローがね、成功してもまだ不安に苛まれるみたいなところ、逆にそこが人々のね、人気の理由の一つでもあったんです。そして一体なんでマリリン・モンローは不安を抱いてしまったのか、それは彼女の生い立ちに理由があるんです。トラウマが作った魅力。遡ること95年前の1926年6月1日、カリフォルニア州ロサンゼルス。いつもここ僕カリフォルニアって言っちゃうんですよ。カリフォルニアね。はい。一人の女の子がね、誕生するんです。彼女の名前はノーマ・ジーン。後に大女優マリリン・モンローになる女性なんです。両親はモンローが2歳の時に離婚したため母子家庭で育ちます。ところが母親が精神病を患ってしまい、母親の親友がモンローの保護者に。しかしその親友はモンローが9歳の時に結婚。モンローは孤児院へと送られることになるんです。そしてここからモンローの悪夢が始まります。養子になってくれる家に引き取られるんですが、そこで彼女を待っていたのは悲惨すぎる扱い。なんと里親から性的なひどい暴行を受け、家族内で孤立させられるんです。しかもそれが1回ではなく、いろいろな家にたらい回しにされては同じような扱いをされたんです。なぜ毎回このようなことになるのか。これには悲惨すぎる理由がありました。実は当時のアメリカには養子を迎えた家庭に補助金を給付するという法律がありました。もう分かりましたか？そう、その制度を悪用し、補助金目当てで子供を引き取る家庭が後を絶たなかったんです。結果、モンローは里親から暴行を受けては捨てられて孤児院に戻るということを何度も繰り返していたんです。こんな人生を送るうちにね、彼女はある能力を身につけていくんです。というわけでね、本日のね、メトラキーワード、マリリン・モンロー症候群。一体どんなものなのか見ていきましょう。これは例えば芸能人とか特定のね、社会的成功をつかんだ人に多く見られる症候群なんです。無意識に、そして戦略的に周囲から期待される人物像を演じてしまうというものなんです。そしてこの戦略的にとは一体どういう意味なのか。モンローにとっての戦略は可愛がられているね、この真似をしてね、自分もね、大人たちにね、可愛がってもらおうみたいなね、戦略だったんですよ。このね、幼い時の無意識のね、戦略が後にね、世界中の人々を魅了するね、彼女の魅力につながっていくんです。明るい人っているじゃないですか。本当にね、根っから明るい人もいるんですが、実はその中には明るく見られた方が得だと思って、無意識に明るく演じている人も混じっているんですよ。モンローはカメラ越しの自分と現実世界の自分、このね、狭間にね、いて苦しんでいたんですよ。荒れた私生活。スターになった後もトラウマから抜け出せずにいたモンロー。その私生活はかなり荒れていました。生涯でなんと3度の結婚をし、全員と離婚しています。特に2番目に結婚したメジャーリーグの大スター、ジョー・ディマジオとの結婚期間はたったの9ヶ月。モンローはカメラを向けられている大衆向けの姿は完璧そのもの。しかし、私生活では幸せを手にすることはできなかったんです。大衆向けの時だけマリリン・モンロー像っていうのをさ、自分で演じることはできるけど、ずーっとそれ私生活まで続けられるわけないもんね、これね。まあ確かに。まあそんなね、私生活の中でね、彼女を深い悲しみのどん底に突き落とす出来事があったんです。実はモンローは3人目の夫である劇作家アーサー・ミラーとの子供を妊娠していました。モンローは生まれてくる子を楽しみにしていましたが、アルコールの取りすぎなどの悪習慣のせいか、なんと子供を流産、深い悲しみに打ちひしがれるんです。そしてとうとう精神が不安定になり、以前にも増して荒れていきます。睡眠薬の過剰摂取で命を落としかけたり、精神病院への入院も経験。モンローはそんなやり場のない気持ちを穴埋めするように、夫がいるのにもかかわらず、ある人物と不倫していました。その人物とはなんと当時のアメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディ。
そしてここからなんです。モンローがケネディと出会ってしまったせいで最悪な展開を迎えてしまうんです。その時は急に訪れます。不倫相手だったケネディに別れ話を切り出されるんです。彼はこの時すでに既婚者、幸せな家庭を築いていたんですが、モンローとは一時の火遊び感覚で不倫関係を続けていたんです。これにモンローは激怒したんですが、関係の修復など当然不可能。結局別れることになるんです。そして夫であるアーサー・ミラーとも夫婦関係がうまくいかなくなり離婚。流産をきっかけにケネディと不倫を重ねている時点で彼女はアーサーに気持ちがなくなっていたんです。その翌年の1962年にモンローはロサンゼルス郊外のブレントウッドに単身移り住みます。そして悲劇は同年8月5日、モンローの自宅で起きました。モンローの身の回りの世話をしているメイドがいつものようにモンローを起こそうと寝室へ向かいます。そこでメイドが見た光景は明らかにいつもと違うものでした。ベッドの上で全裸のモンローが電話の受話器を握りしめながら横たわっていたんです。なんとモンローは死亡していたんです。司法解剖の結果は睡眠薬の大量摂取による自殺。去年36歳。その早すぎる死に世界中が衝撃を受けたんです。男関係でもいろいろあった上にさ、大衆の前で演じなきゃいけなくて、人生疲れちゃったのかもしれないわね、これね。そもそも睡眠薬飲んでたんで、結構自然に思える流れではあったんですけど、ただね、ここでね、ある一人の女性がね、疑問を抱いたんです。親友のために。その女性の名前はドロシー・キルガレン。彼女は当時アメリカの人気テレビ番組にレギュラー出演していた人気ジャーナリストでした。実は彼女モンローの親友。いろんなことをざっくばらんに話し合う間柄だったんです。彼女はモンローが自殺したとは思えなかったんです。それは親友を亡くした悲しみからの現実逃避などではなく根拠のあるものでした。モンローが自殺しないと考えた根拠は大きく分けて3つ。まず1つ目は睡眠薬を飲むために必要なコップがベッド付近になかったこと。睡眠薬を飲んだ物理的な痕跡が見つからなかったというんです。2つ目は倒れたモンローの手に電話の受話器が握られていたんですが、通話の記録が一切残っていなかったんです。昏睡状態で受話器を取った可能性もなきにしもあらずなんですが、通話記録が消えていたのはなぜなのか。3つ目は彼女が日頃つけていた赤い日記帳がなくなっていたこと。普段肌身離さず持っていたはずなのに、その日記帳がどこにもなかったんです。これらを総合すると自殺にしては明らかに不自然だということがわかります。そしてドロシーはある可能性を考えるんです。モンローは自殺と見せかけられて殺害されたのではと。ドロシーはジャーナリストとして独自の捜査を開始しました。そしてある一人の人物に目をつけたんです。ドロシーはまずモンローの元恋人であるケネディ大統領を疑い調査を開始。しかしなぜドロシーはケネディ大統領を真っ先に疑ったのか。元恋人とはいえアメリカ全土を担う大統領という身分で殺人などというハイリスクなことを考えるでしょうか。それにモンローは世界中に名前が知られている大女優。誰から命を狙われてもおかしくはないんです。実はドロシーは生前のモンローからあることを聞いていました。その話の内容とはアメリカの国家機密。なんとモンローはケネディ大統領から国家機密を聞かされており、その内容をドロシーに話していたんです。そのためドロシーはモンローが秘密を知りすぎてしまったがためにケネディ大統領の関係者によって暗殺されたと考えたんです。これ本当だったら公式コントロールしすぎじゃない。国家機密バラしちゃダメでしょ、一般人に。愛にが勝てなかったってことなんでしょうね。難しいですよね、そこは。ドロシーはモンローに関することを聞き出すためにケネディに取材をする段取りを取っていました。そしてその矢先にあの大事件が発生するんです。そう、ケネディ大統領暗殺事件。モンローが亡くなった約1年後の1963年11月22日、テキサス州ダラスのパレード中にケネディは銃殺されてしまったんです。モンローの死とケネディ大統領の暗殺、この2つの事件は果たして偶然なのか。ドロシーはこの暗殺事件とモンローの死は関連性があると確信していたんです。現在でも謎が多く真相の究明には至っていないこのケネディ大統領暗殺事件なんですが、ドロシーも生涯をかけてこの事件を追うことになります。親友のモンローの死の真相を解き明かすために。なんかドロシーは結構ジャーナリストとしてね有名で、そういうのもあって2つの事件の確信にねどんどん迫っていったんです。ドロシーはケネディが暗殺されたことによってモンローから聞いた国家機密についても調査を開始。その国家機密がロズウェル事件。ロズウェル事件とはニューメキシコ州ロズウェルで起きた未確認飛行物体の墜落事件のこと。実はモンローはケネディ大統領と不倫していた際にロズウェル事件の現場に行ったというんです。そして墜落した宇宙船を目撃したとされています。しかしその後ケネディとモンローは別れることに。するとモンローはこの別れ話に大激怒。腹いせにジャーナリストであるドロシーにその情報を流し、その上記者会見まで開こうとしていたんです。
このね、ロズウェル事件は以前アルゴメトリでも取り上げたんですが、アメリカのね、うん機密機関がね、UFO の情報をね、隠してるんじゃないかみたいなね、ちょっと嘘くさいね、説がね、流布されてるんですけど、この事件にね、どんどんね、ドロシーをね、迫っていってね、ついにドロシーにも闇の魔の手がね、迫ってくるんです。ドロシーの悲劇。モンローとケネディに関する共通点はロズウェル事件の詳細を共有していたこと。そもそもデマ情報が多くあるロズウェル事件のことを知ったとて命まで狙われる理由にはならないように感じます。しかしまたとんでもない事件が発生するんです。それはケネディの暗殺から2年ほど経った1965年11月7日、なんと事件の真相を追っていたドロシーもまた自宅のベッドの上で亡くなっていたのが発見されるんです。死因はモンローと同様の睡眠薬の大量摂取による自殺。モンローと同じ方法で自殺するとかさ、誰か裏で絡んでる匂いがプンプンするんじゃないこれ。なんか同じってとこが逆に怪しいですよね。怪しすぎるわよ。このドロシーの事件もね、自殺にしてはね、不可解な点がいくつもあったんです。まずドロシーは睡眠薬を常用していませんでした。致死量の睡眠薬などドロシーの自宅には存在しなかったんです。しかも彼女は世間に対してある発表をすることを決めていました。それはケネディ大統領暗殺の真相。なんと彼女は多くの謎に包まれたケネディ暗殺の真相をたった一人で突き止めていたんです。そんな生粋のジャーナリストである彼女が真実の発表前に自ら命を絶つでしょうか。その上ドロシーの遺体が発見されたのは朝9時にもかかわらず、警察が来たのはなぜか夕方。しかも遺体の検視が行われたのは彼女が住んでいたマンハッタンではなく、なぜか隣のブルックリンにある警察署。なぜドロシーの遺体はブルックリンまで運ばれたのか。実は当時ブルックリン警察署はギャングと深い関係があったんです。こうしてドロシーの死因はまるで一方的に決めつけられる形で自殺とされるんです。ギャングとね、つながりのある何者かがブルックリン警察に捜査をさせるように仕向けていたのかもしれません。ここまでの3人の死亡した経緯を見ていくと、ある共通点が浮かび上がってくるんです。隠された真実。3人の共通点はやはりロズウェル事件。まずケネディ。彼は暗殺される前に空軍に対して UFO について世間に発表すると脅迫めいたことをしていたんです。そしてドロシー。彼女もまたモンローからロズウェル事件の詳細を聞いていた一人。さらにはケネディの暗殺の真実を発表しようとしていました。つまりモンローも含めたこの3人はロズウェル事件のことを世間に暴露しようとしていた直前に殺されたという共通点があるんです。その真相は当事者3人がこの世を去ってしまったことで闇に葬られてしまいました。しかしそれが何を意味するのか。それはロズウェル事件が真実だったことを意味するのではないでしょうか。世間にロズウェル事件に対してのデマ情報や捏造が多くあるのは真実を隠そうとする隠蔽作業だと考えることもできますよね。ロズウェル事件に関して今世間に出回っている映像や情報、あれらは大きな真実を隠すためのフェイクだということ。真相を隠すため徹底的に情報を出さないように管理しようとしてもどこから漏れるかわからない。そこであえてデマや稚拙な宇宙人の映像をわざと流出させる。そうすることでこれが真実なわけがないということはロズウェル事件はデマかという方向に世論を持っていくことで真相を追求する人自体を減らす、こういう戦略を取っていた可能性もあるんです。メトラの皆さんはこの3人の死の真相どうお考えですか？